はい、こんにちは、梅野です。本日は藤の花を撮っていこうと思います。はい、今回撮った写真の一部がこんな感じになります。それでは早速撮っていきましょう。はい、まず1枚目はシンプルに撮っていきます。ここの藤の花を狙いまして、ちょっと横から構えます。でここを縦構図で切り取って、斜めに出ている感じを出して撮っていきます。で藤の花の色が、紫とちょっと白っぽいのが混じってまして、写真のこの上の上部は明るくて、で下は暗くなってますので、その明暗さも生かしつつ撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。背景はボケさせつつ、ピントを合わせた藤の花はしっかり撮りたいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは、実際のところ向けると250分の1秒ぐらい出てますので、ISO感度100で OK です。で露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図を使いまして、上側は明るく下側は暗くなるように撮ってみました。でメインのピントを合わせた藤の花は、右斜め上から左下に伸びてくるような曲線が綺麗かなと思ったので、そういう配置で撮りました。で日の丸構図のこのど真ん中の藤の花にピントを合わせて撮っています。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここの垂れ下がっている藤の花を撮りたいと思います。で通常やとこの真横にカメラを向けて、で背景を抜けさせてこういうのは撮りたいと思うんですけれども、背景がね、今回そんなに綺麗じゃないというか、緑一色だったらいいんですけど、ちょっと建物とかがあるので、カメラをちょっと斜め上から構えて、で地面のこの辺だけ、ちょっと動画じゃ分かりにくいんですけど、この辺だけ明るいので、その背景にこの藤の花が来るようにハイアングルから構えて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。藤の花と地面がちょっと近いので、地面はなるべくボケさせたいので F 値 3.2 に設定しました。この場合でシャッタースピード400分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。露出値はプラマイゼロのここもハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ハイアングルから撮りまして縦構図を使いました。背景の奥のところは暗くて、手前のところにちょっと柔らかい光が当たってましたので、そこを背景にしてピントを合わせた先っぽの藤の花を入れて撮ってみました。背景の緑とでこのピンクっていうか紫かの色が、対比で映えるのと、ピントを合わせた藤の花のとこの方が明るくなってますので、ライトアップじゃないですけど、そういう感じで撮れたんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの藤の花を日の丸構図で撮っていきます。で遠くの背景に木があると思うんですけれども、ここを背景にすることでちょっとだけ玉ボケになりますので、背景を玉ボケにしてこれをもうメインの日の丸構図で撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ピントを合わせる藤の花に、しっかりピントを合わせたいので F 値は 4.5 に設定しました。で実際の方に向けるとシャッタースピード400分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに撮りまして、日の丸構図に藤の花を配置して撮っています。シンプルなんですけれども、何が撮りたかったのかはっきりさせることができますし、背景が大きくボケてますので被写体がくっきりしていると思います。で後ろに玉ボケが入ってくれたことで、ワンポイントの演出になったんじゃないかなと思います。
はい、次はここの藤の花にピンと合わせて取っていきます。でその手前にここのお花とこっちのお花とありますので、この間から横構図で狙うことで手前のお花をフレームっぽく使うことができます。でこの辺は全部ボケると思いますので、奥にピントを合わせるとなんかここだけに目線が集中するような写真になるんじゃないかと思うので、手前を前ボケのフレームに使って奥の藤の花にピント合わせて撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定しまして、手前の藤の花をボケさせて撮っていきます。シャッタースピードは640分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の藤の花をボケさせてフレームっぽく使って、その間から見える藤の花にピント合わせて撮りました。手前がボケてくれているのと、このボケが明るいことで左下の背景は暗くなってますので、より目線が集中するような、写真になったんじゃないかなと思います。で手前がボケてくれていまして、で中間のところに藤の花がありますので、奥行きを感じる写真にもなったと思います。はい、次ここの藤の花をシンプルに3分割構造を使って撮っていきたいと思います。で藤の花があるところの背景はちょっと草とかで葉っぱで摘んでまして、でこっち側がちょっと空いてますので、こっちは暗めの背景になりつつ、でこっち側が玉ボケになると思いますので、3分割の左上の交差点にこの藤の花を配置しつつ、左側の背景は暗いというか緑で埋めまして、で右側の背景を玉ボケにするような写真を撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。玉ボケを作りたいので、ここも開放 F 値の4に設定しました。シャッタースピードは250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。メインの藤の花は3分割の左上の交差点に配置しまして、で背景のだいたい左側の方は葉っぱで埋まってまして暗めに映ってます。そのおかげで藤の花が綺麗に生えているのと、で右側の背景は玉ボケを使って撮ってみました。で左側が暗くて右側が明るいので余計玉ボケが目立つような写真になったんじゃないかなと思います。はい、最後はここの新緑の綺麗な緑を使って向こうの藤の花を撮っていきたいと思います。この辺に、かぶすことで前ボケになります。でちょっと待たれているところというか先端の藤の花を狙いまして、でその背景が、なんていうか駐輪場みたいになってまして、屋根のある駐輪場で柱がいっぱい立ってますので、それをこの望遠レンズで圧縮することでなんか奥行きを感じる背景になるんじゃないかなと思うので、まずこの緑を前ボケで中間の藤の花にピントを合わせて、で背景の駐輪場のこの屋根をなんか奥行き出るような感じで使って撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。手前の新緑の部分は前ボケさせつつ、藤の花にしっかりピントを合わせるために F 値は4に設定しました。シャッタースピードは400分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。前ボケを使ったことで、画面の周辺部分は緑色の色で埋まっています。で、日の丸構造のど真ん中付近にピントを合わせた先端の藤の花を配置しまして、背景は駐輪場になってるんですけど、この柱が望遠レンズの圧縮効果で積んでくれたおかげでなんか奥行きを感じるような背景になったんではないでしょうか。で手前中間
で背景がこうギュンとなってますので、ピントを合わせた藤の花が、立体的というか奥行きを感じるような描写になったんではないでしょうか。はい、本日は藤の花を取りに来ておりました。ちょっと今回休み取る機会がなくてもう来れないかなと思ったんですけれども、なんとかこう枯れる前に来ることができました。去年は、青紫系の藤の花を取ったんですけど、今回ピンク系の藤の花を取ることができました。そしたら今日はこの辺で、帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。